オウムの洗脳術。それは誰もが目を疑う光景でした。1995年の朝のラッシュアワー、安全と言われていた日本で無差別テロが発生。あのヒトラーでさえ使うのをためらった神経ガス兵器サリンがばらまかれたのです。乗客駅員合わせて約6300人が負傷、うち14名が命を落としました。事件の首謀者は松本千鶴こと朝原将校と名乗っていた男。この頃勢力を拡大していた新興宗教団体オウム真理教の教祖として君臨していた男でした。製造から散布まで実行犯として関わった信者は17名。信者たちはこの男のどんなところに惚れ込んで、そしてこのような犯行にまで及んだのでしょうか。そこには教団内で行われていた洗脳も大きく関わっていたことが明るみになっていきます。このチャンネルでは世間に大きな影響を与えた事件を取り扱い、そこから浮かび上がってくる社会問題や私たちにできること、そして人としての在り方を見つめていくことを目的としています。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。朝原の人格形成。1955年3月2日、朝原は9人兄弟の四男として熊本で生まれました。12歳年上の兄は全盲で、弟の五男も弱視、朝原自身も先天性の緑内障で左目がほとんど見えず、右目の視力も 1.0 程度でした。親は目の見えていた朝原も盲学校に通わせ、そこの寄宿舎に移らせました。盲学校では学費も寄宿舎代も不要だったため、朝原は親に捨てられたという思いがあったそうです。実際に20歳で卒業するまでの13年間で、両親が訪ねてくることはありませんでした。体格に恵まれていた朝原はガキ大将として盲学校内での生活を過ごしました。校内での評価は人によって異なり、例えば高等部の担任は明るい活発な子で、遠足に行くときは見えない子の手を引いていたと述べていて、一方では生活指導への反抗的な態度を示し、凶暴なので退学させるべきという声もあったそうです。ガキ大将として君臨し、弱きを助け、体制やルールに反抗する。それはおそらく人を支配するための伏線のようにポーズとして行っていたという見方もできます。実際にクラスメートへのカツアゲなども問題視されており、その支配欲が垣間見える場面もあります。このような経験から教祖としての素質が培われていったのかもしれません。その自信に満ち溢れた佇まいでカリスマ性を、大げさな発言と振る舞いで神秘性を。オウムの始まり。オウム真理教は朝原将校によって設立された宗教法人で、1987年頃から急成長した宗教団体でした。当初はヨガ道場だった団体を税金面の優遇から宗教法人化した経緯があり、その頃の朝原は宗教的ではなく命令するようなタイプでもなかったそうです。朝原は1985年頃から修行中に神からの啓示を受けたといった過激な思想を持つようになっていきます。ヨガを続けていきたい大半の信者の意向を押し切り、朝原は仏教団体として1986年4月、オウム真理教の前身である宗教法人オウム真宣の会を設立しました。この時すでに武力と超能力で国家転覆の計画があることを示唆していて、翌年7月、オウム真理教を結成しました。朝原は雑誌やメディアを利用して広告を出し、空中浮遊や超能力者としてテレビにも出演していました。チベット仏教の現地で長老らと瞑想していた様子も宣伝に利用し、信者獲得は急速に拡大していきます。現代マーケティングのメディアミックスに通じる朝原を広告塔とした戦略は、裕福でありながら不安や不満を抱える内向的な若いエリートたちにはまり魅了していきました。入り口は面白半分や多少の興味でその門を叩いた彼らも気づけば熱心に通うようになっていました。朝原よりも優れた頭脳を持つエリートたちが多く出家したことからも、
麻原の巧みな人心掌握が見て取れます。そして麻原は真綿で首を絞めるように入信してきた彼らを洗練されたマインドコントロールを用いてその心を支配していきました。マインドコントロール。設立わずか10年足らずの宗教団体がサリンを製造し、国家転覆を図るようになった背景には、信者全員の共通認識として持っていた正義があったのかもしれません。その正義とは何か、そして麻原が用いたマインドコントロールとはどのようなものだったのでしょうか。信者たちは麻原について当時次のように語っていました。今まで出会った下脱者の中で麻原だけは優しく本物だと感じた。信者の話に耳を傾け包み込むような包容力が麻原にはありました。遠慮しがちな日本でズバズバと発言し実行していくその姿にはカリスマ性があり、その理想は誰よりも高く明確で迷いがない。ここまで聞くと優れた宗教家のように思えます。しかし実際は違いました。弟子たちには厳しい禁欲生活をさせる一方、麻原自身は退職官で複数の愛人もいました。にもかかわらず、多くのエリートたちが麻原のマインドコントロールに引っかかったのは時代が味方したと言えるのかもしれません。1980年代はユリ・ゲラーや超能力といったオカルトブームの時代でした。オカルトブームは1960年代の秘境ブームから続く急速に都市化が進む高度成長期において巻き起こった社会現象です。そこには合理主義による近代化の影響で、失うものや取り残されるものへの不安が人々の中にあり、その心の拠り所としてこれらオカルトブームが起きたと考えられています。そんな時代、オカルト雑誌に取り上げられたのが空中浮遊で話題となった麻原彰晃でした。そして麻原の書いた本は多くの書店に並び、手に取る人も増えてきました。これは新興宗教の本かな？自分を変える方法？バカバカしい。最初は新興宗教を嫌う人もいましたが、1987年に麻原が超能力者としてテレビ出演し、メディアの露出も増えたことで、意識の奥に麻原の存在が刻まれます。企業がテレビ CM を繰り返し流す理由として単純接触効果があります。これは触れる機会が多いものに対して好意的になることで、まさに麻原のメディア出演はこの効果を生み、結果的に宗教を毛嫌いしていた人たちでさえも信者として獲得していきました。何かが満たされない、自分を変えたい、そう願う人の心の隙間に麻原の思想が様々な戦略で入り込んでいく。これが麻原彰晃のマインドコントロールでした。オウム真線の会が発足してからおよそ3年半後の1987年6月、オウム真理教に改称してから急速に巨大組織となっていった裏には、こうした戦略の他に手段を選ばない麻原の非人道的な技法もありました。その代表がイニシエーションと呼ばれていたものです。完全救済イニシエーション。それは通称 PSI と呼ばれ、イニシエーションは本来、洗礼や通過儀礼を意味する言葉ですが、オウムでは孫子のエネルギーを伝授するという独自の意味で、イニシエーションという言葉を使っていました。PSI は通常ヘッドギアを装着した状態で行われ、麻原の脳波と同調することが可能。教団の説明ではそうありますが、その実態は洗脳でした。マインドコントロール自体は自己啓発や企業 CM でも使われる技法ですが、洗脳はマインドコントロールと異なり、暴言や尋問、薬物投与なども含む暴力的行為によって精神を崩壊させ、相手を思うままに支配することであり、現在でも監禁事件で多く使われている卑劣な方法です。オウムでは洗脳目的でこのヘッドギアをレンタルなら月額10万円、購入の場合は100万円という多額のお布施で出家した信者に装着させていました。作りが粗悪だったヘッドギアからは煙が出ることもよくあり、火傷をする者が後を絶たなかったため、定期的に電源を切る信者も多くいました。
中には装着するだけで修行ができると、この修行を好む信者もいましたが、孫子にすがりたい一心で長時間電源を入れ続けた結果、額の頭蓋骨が焦げるほどやけどし、手術が必要になる者もいました。電流はかなり強力で、信者たちの証言にはヘッドギア使用で呆然としたり、記憶に欠落ができることがあったと語っており、PSI は意識混濁や恐怖、不安を伴うものでした。つまり、イニシエーションとは洗脳が目的であり、不安感や寝不足で幻覚を体験させる変性意識体験が目的だったのです。人は極限状態では倫理的な判断ができなくなり、そこに不安感や寝不足が続くと幻覚を体験しやすくなり、これを変性意識体験と言います。この状態を維持するために、朝原は4つの方法を使いました。そのうちの3つは三大欲求の食事、睡眠、性欲の制限、残りの1つは感覚の遮断でした。これらは確かに禅の修行でも行われますが、ちゃんと段階や手段があります。朝原はそうした手順を無視し、多くの信者たちにヘッドギアをつけさせ、寝る時も電流を流し、多くの出家信者を寝不足の状態にさせていました。例えば、上九式村にあった第六サティアンには500人分の三段ベッドが隙間なく作られており、そこに寝かされた信者には1台ずつコンピューターとつながれたヘッドギアを装着させていました。ひしめき合う500人の信者と500台のパソコンの熱で部屋は常に蒸し暑く、画面から映し出される朝原の脳波で激しい電流がいつ来るか予測できるため、恐怖と不安の中で睡眠をとるのでした。独房での修行はより過酷なものでした。もともとは瞑想の場として使われていた独房は、信者が暴れてドアを壊すため、牢屋などでよく見る横木が取り付けられており、広さは1畳程度。そこにはパソコンとヘッドギアがあり、手錠をかけられた状態で閉じ込められるのでした。食事も小さな窓からわずかな量が1日1回だけ与えられ、拘束、恐怖、痛み、意識混濁と変性意識体験を引き起こす条件は十分に揃っていました。しかしこのような待遇は末端の信者だけのものでした。オウムには設立当初の早い段階から階級制度があり、その一つにホーリーネームの授与がありました。ホーリーネームはある一定のステージに到達した時に与えられる宗教名で、朝原将校という名もホーリーネームです。孫子とは信仰する死に対しての呼び名で、最終下脱に近づいた者から大使など階級が与えられます。朝原に認められれば待遇も良くなるため、教団内では常に信者同士が競い合う構造が出来上がっていました。出世欲を駆り立て、一定の階級に達した信者はホーリーネームを与える。大企業さながらの社員競争はやがて国家転覆を狙ったテロ行為をも正当化してしまいます。朝原に浸水していた信者の中には、未だに洗脳が解けず、孫子として朝原を敬愛する者もいます。また、教団を脱退していても、カルト後遺症に苦しむ者もいました。カルト後遺症とは、神から裁かれるのではないか、自分は裏切り者であり、天罰が下るのではないかという不安や恐怖感が長く続いてしまうことであり、教祖のその支配から精神的に抜け出せない状況を言います。それだけ信者たちの多くは純粋であり、真面目であったと言えます。暴走の始まり。ひとたび出家するとなかなか抜け出せない。その要因は、出家には過去をすべて捨て去ることが条件であったからです。パスポートや思い出の品などはすべて処分し、財産もそのほとんどをお布施する。残るは段ボール一つ分の着替えのみ。後戻りできない状況を命令ではなく、信者自らが作り上げ出家するのです。社会から完全に切り離し、過酷な修行や極限状態に追い込み、暴力を使った洗脳を施し、支配から逃れられなくする。そんな折、修行中の男性信者が亡くなる事故が起こります。
長時間にわたる厳しい修行で突然、男性信者が大声を上げ始めたので、朝原が頭を冷やしてこいと幹部らに伝え、幹部らはその男性を風呂場へ連れて行きます。そして男性を逆さに抱えて、頭から浴槽へつけるなどしている途中で、男性は意識を失い、亡くなるのです。朝原はその隠蔽と遺体の処理を幹部らにやらせたのでした。このような事件が明るみに出ないよう、朝原は出家信者たちを囲い込み、より激しい洗脳を施し、一切外との接触をさせないようになりました。この事件に大きく関わった幹部に岡崎和明がいました。岡崎はこの時、どのような気持ちでいたのでしょう。岡崎に限らず、幹部たちは一人の人間として、オウムでの日々をどう感じていたのでしょうか。あなたの意見もぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。